2024年6月5日から7日に撮影。梅の追熟4日目以降の様子。左側は購入した当日の6月3日。右側は6月5日です。そして6月5日の午後、3L の南高梅2キロを追加で購入してきました。普段は塩分 18% の梅干しをつけていますが、他の梅干しにもチャレンジしようかなと考えています。何をつけるかはまだ決まっていません。先に購入していた3キロの梅とは分けて別に追熟させます。作業する日が重なると大変なので、まだあまり熟していない青い梅を選んで購入してきました。梅の傷。この程度ならば問題はありませんが、気になる方は梅酒など他のものに利用してください。そして日付は変わり6月6日。ほんの少しの変化ですが、だんだんと熟してきています。6月3日に購入していた梅も、6月6日にはかなり黄色くなりました。熟してきた黄色い梅と、まだ追熟が必要な青い梅、わかりやすいように仕分けました。こうして比べてみることで、よりわかりやすいと思います。ここで皆様にお伝えしたい大事なことが一つ。追熟のさせすぎはカビの原因になりますので注意してください。私は身をもって経験しました。6月7日の午前中、だいぶ黄色く熟しています。でももう少し追熟が必要です。熟しすぎるのも心配なのでどうしようか悩んでいるところです。後から購入した梅もほんの少しずつ黄色くなっています。6月5日に前回と同じお店で購入した1キロ1580円の梅。他のお店では300円以上高いところもあったので、お時間のある方は何店舗か回られる方が良いと思います。梅をつけるのにちょうどいい熟し加減はなかなかわかりにくいかもしれません。でも YouTube などでたくさんの動画が上がっています。つけ方や土用干しもコツをつかめば簡単なので、ご自身がわかりやすいと思う動画を参考に頑張ってください。今年は凶作で、梅農家の方や業者さんは大変な思いをされていると思うので、手に入ることに感謝して大切につけさせていただきます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。